皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は隣の赤い国の庶民に起きている悲劇についての情報をシェアしていこうと思います。日本国内はご存知の通り、株式市場は日経平均株価が史上最高値を更新するという良いニュースが飛び交っております。しかし少し世界に目を向けると全く逆の絵面を知ることになります。海線山線の投資家たちはあらゆる事情を理解した上で資産を増やしているのでしょうが、政府に煽られて投資の世界に足を踏み入れたにわか投資家が今後どうなるかは全く不明です。それよりも世界はグローバル化したことで、地球の裏側で起きていることでも早ければその日のうちに悪影響が出てくる時代です。今回は隣の赤い国で起きていることを取り上げますが、決してごく限られた人に起きていることでもなければ大多数の人民に起きていることでもありません。しかし隣の国の経済が破綻するということは決して人事ではありませんので、隣の赤い国で起きているリアルを知ることは自分の身を守ることに意識が高い人にとって参考になると思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、冒頭でも話した通り、日本国内の株式市場では日経平均株価が史上初の最高値を更新して良いムードが漂っています。しかしそのことで日本の将来は明るいと判断して良いのでしょうか。というのは、雨の国や隣の赤い国で起きている情報を集めてみるとかなり深刻な状況になっていることがわかります。今現在の経済システムは定期的にリセッションが起きており、それは投資家たちも理解しているでしょうし、それがいつ起こるかという見極めが腕の見せ所ということになると思います。よって今の株式市場の好調さもそれに伴うリスクも全てを見切って参加している人も多数いることでしょう。問題は自分の頭で考えず、政府や主要マスメディアが取り上げる情報のみに踊らされている人たちです。私は投資のプロでもなければ金融のプロでもないので口を挟むつもりはありません。私の興味は世界経済はもちろんのこと、日本経済の先行きと日本が戦争に巻き込まれるのかどうかというところにあります。突き詰めて考えると、私たちに襲いかかる試練というのは飯が食えるかということになります。つまり食糧危機のリスクです。日本の食料自給率の低さというのは致命的で、そのほとんどを輸入に頼っている状態ですから、万が一輸送システムに支障が出た時には瞬く間に食糧危機に追い込まれます。今のガザガザ地区で起きている以上のことが日本で起きるかもしれません。そのような視点で考えた時に、今回取り上げる隣の赤い国の国内で起きていることというのは結構深刻な状況で、もしかしたら国家存亡をかけて戦争を仕掛けてくるかもしれませんし、隣の赤い国は貿易額で見ても日本にとって一番の貿易相手国ですから、あの国の経済がこけると間違いなく日本もその煽りを受けることになります。2020年に流行ったあの病が沈静化したと言われ、今年の春節には多くの旅行客が見込めると観光業界は期待していたと思いますが、見事に裏切られた形となりました。隣の赤い国からの旅行者が半減したといいます。それらの理由は、今隣の赤い国で何が起きているかの情報をキャッチしていないとわからないことです。その国の経済が今後発展するのか衰退していくのかを判断する一つの方法としては、庶民の生活が豊かになっているのか豊かになっていく見込みがあるのかで判断することだと思います。ところが今隣の赤い国で起きていることというのはかなり深刻な状況です。今回取り上げるのは、あの国の不動産セクターが崩壊したことで人民が直面している深刻な状況です。少し前の動画でも取り上げましたが、あの国の大規模不動産開発ビジネスというのは全てと言ってもいいほど破綻しました。完成を見ない巨大建築物が世界中にあります。それらは文字通り不動産と言ってもよく、壊すにもお金がかかりますし、放っておけば多くの社会問題を引き起こす点で、あの国が進出した国では政府や自治体が貴重な税金を使って尻拭いしなくてはならない状態になっています。当然隣の国の国内ではとんでもない規模の不動産が存在しています。前の動画で毛沢東時代に行われた大躍進政策のことをお話ししましたが、とにかく利益が出るとなったらこぞって企業が参加し過当競争を行います。その結果は共倒れで滅んでいくのですが、不動産セクターがそのいい例です。報道によりますと、あの国では不動産バブルによって作りすぎて空き家になっている物件はなんと30億人分あるといいます。
世界人口の半分近くが引っ越しできる計算です。その中に開発途中で破綻した企業が抱える未完成物件の数はどのくらいあるかは誰もわからないと言われています。あの国では物件が完成する前に住宅ローンが始まるケースがあります。それは契約内容によって違うようで、完成前に支払いが始まるコースを選ぶと多少お得に物件購入ができるので、そのような契約をするらしいのですが、自宅が完成していないのに住宅ローンだけは始まっているという最悪なケースを迎えている人の数が急上昇中なのです。そのような状況に陥った人たちというのは、未完成物件の住宅ローンと現在の家賃の両方を払うことになるので死活問題なのです。そうして困った人たちの中で未完成物件に住み始めるというケースがあるといいます。そんな社会現象をドキュメンタリー映画にして世に出したのが香港のテレビ制作会社です。その映画とは、河南省鄭州市と陝西省西安市を舞台に未完成物件の所有者たちの苦悩と悲惨な生活を記録したもので、ネット上で話題になっています。映画のタイトルはそのまんま、私は未完成物件に住んでいるというタイトルです。このドキュメンタリー映画では何人かの被害者が登場するのですが、相当悲惨です。今流れている映像がその状況を物語るものとなりますが、未完成物件と一口に言っても想像には限界があると思います。未完成ということは工事半ばで資金が途切れ中断したということですから、昨日まで普通に工事していたということになります。ということは敷地内は産業廃棄物やら資材ゴミなどが散乱していることになります。まるで自然災害に見舞われた被災地の復興シーンを見ているようです。そこに住むと決めた人たちは、まずは建築資材を片付けることから始めなければいけません。未完成物件なので、電気はもちろんのこと、水道も通っていなければエレベーターもありません。おそらく下水設備も機能していないと思いますし、仮に高層階で流した汚水がそれより下の階でまだ工事中であった場合は、汚物がまき散らされるという恐れもあるのではないかと思います。その映画に登場する家族は13階部分を購入したので、毎日手すりもないような階段を懐中電灯を片手に上り下りするわけです。そしてあの国の住宅工事では日本と違い、内装工事は自分自身で手配することになります。つまり不動産業者から物件を引き渡しを受けた際には、いわゆるスケルトン状態といって内装工事は行われておらず、コンクリートむき出しになっていることが多いのです。映像で見てわかる通り、このような状態でまともな生活などできるわけがないと思いますが、これが現実です。このドキュメンタリー映画が作られたのは2022年ということですが、この映画が公開されてあっという間に当局から公開停止命令が出ました。よってネットで話題になったのは YouTube で公開されたからです。なんと1日で100万回再生されたということで、いかにこの動画の内容に多くの共感者がいるかということがわかるかと思います。最近のあの国では、このような悲劇に遭う人民が非常に多く、給料も支払われないという現象も民間企業では当たり前に起きており、公務員も給料がもらえない状態になっています。あの国の地方政府の主な財源は不動産セクターからの利益だったため、北京以外の地方政府は全部と言っていいほどの赤字財政となっており、それはゴミ収集などの生活インフラサービスにまで停止状態に陥り始めています。そんな社会情勢ですから、経済的に困窮している人が続出しており、例えば今回取り上げたような未完成物件をつかまされローン地獄になった人は、開き直って支払いを放棄する人が続出しています。あの国ではデジタル管理システムとして採用されている信用スコアというものによって一人一人の評価がされており、その信用スコアの評価内容によっては社会公共サービスを受けられなかったりしていますし、ローンの支払い遅延は子どもの就職や進学にまで影響するということで絶対に死守すべきものであるにもかかわらず、もはやどうでもいいという自暴自棄になっている人が激増しているわけです。このような状態は不動産セクターだけでなく、ありとあらゆるところで起きており、人民はもう力尽きたという空気が漂っているのです。そして今年の春節ではそれらの影響が確実に出ており、春節による移動人数はそこそこでも、出かけた先でお金を使わない、ホテルに泊まらずに日帰りで帰ってくるという社会現象が起きており、サービス業界は大ダメージを受けているとのことです。これらのことで改めて確信できるのは、一般消費者の消費能力が落ちたら、その国の経済の繁栄などはないということです。これはごく当たり前のことですが、翻って日本の庶民の状況はどうでしょうか。日経平均株価が史上最高値を更新し、大企業に勤めるサラリーマンの給料は順調に上昇している一方で、非正規労働者の割合が 40% を超え、
今後増えていく傾向にあります。非正規労働者の給料というのは何年勤めても上がるものではないと思います。これらの背景があって企業の利益率が上がり、正規労働者の給料のベースアップにつながっているという側面もあるのではないでしょうか。またデータによると、日本人の家賃滞納率というのはもともと低いのですが、それでも前年比 64% も増えてきています。そしてクレジットカードのいわゆるローンの延滞率についても経済産業省からデータが出ていますが、ご覧の通り増えています。この傾向はアメの国でも同様で、住宅ローンや自動車ローンの滞納者の急増、債務残高の急増が騒がれています。以前配信した動画のコメント欄に書き込まれたことが非常に印象的でした。それは、嘘には3種類ある。嘘、大嘘、そして統計。英国の歴代首相ベンジャミン・ディズレーリの有名な言葉です。というものです。統計というのは、データの抽出方法などちょっとしたさじ加減で全く逆の結果が現れてしまいます。このことは隣の赤い国のデタラメ統計は極端だとしても、少なからずどの国でも行われていることではないかと思います。ですから一見関係がないような情報でも、積もり積もって感じ取れる空気というものが重要になってくるのではないでしょうか。統計はあくまでも参考であり、ある意図が含まれた怪しいものであるという認識を持つことが、自分の身を守るためには必要かもしれません。いかがだったでしょうか。隣の赤い国やアメの国の庶民の生活がどのようになっているかの情報をつかんでおくことはかなり重要だと思い動画を作成してみました。日本において私たちは、普段の生活から感じ取れる感覚と主要メディアが拡散している内容に違和感を感じ取る感性も必要だと思います。今回は取り上げませんでしたが、日本の企業の中で社会保険料の負担増しによって経営が圧迫され、倒産の危機に瀕している、いわゆる倒産予備軍が14万社も存在しているという記事もあります。日経平均株価の上昇だけで全てを語ることはできないことは過去の経済ショックを見ても明らかです。私は投資をしているわけではないので、株価が上がった下がったで一喜一憂することはないのですが、欲にまみれた人たちによって膨らんだバブルが弾けた時に、その煽りは多くの人に悲劇をもたらします。もちろん雇用が発生したりするなどの恩恵がありますが、経済システムに異常が起きたら人事ではないので、結局情報弱者が割を食う羽目になります。私たちが生きている世界での経済システムというのは、定期的にバブル崩壊、リセッションが必ず起きていますので、誰一人例外なくその状態になった時にどんな対策をしておけばいいかということを考える必要があると思います。この動画がご視聴の皆さんが今後のことを考える時のお役に立てればと思います。戦争がなくなる日が来ること、世界中の人たちがお金に縛られることのない平和な世界が実現することを祈りつつ動画を終えたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。